いろいろな店が並ぶ通りを作り、島が繁栄し始めた頃、集会終わりにトメに話しかけられた。どうやら遠くへ行ってしまったネズミたちが居所島の噂を聞き、戻ってきたいという。それを聞いたもずくは、ネズミたちの里を作るなら、トメの家も新しくその里に作ろうと提案した。それを聞いたトメは大変喜び、遠くにいたネズミたちに一通の手紙を送った。果たして今回はどんな開拓物語になるのだろうか。こんにちは、もずくです。居所島も住民が増えて経済も回り始め、土台が固まってきました。ということで次の段階は住民さん一人一人にしっかりと向き合って要望にお答えしていきます。今回は貫禄アーシンドに続いてトメちゃんの要望でネズミたちが住む里と岬のクリエイトをしていきます。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速作っていきます。どうぞ。まずは作る場所まで移動します。ここは岬があって、あと前回作った湖が見える場所になっていて、島全体でいうと左上になります。で、まずは岬を作る前にネズミたちが住む里を作っていこうかなと思うんですけど、その里に食べ物とか家財を入れておく蔵を作りたいなと思うんですけど、その蔵を博物館を使って作っていこうかなと思います。ちなみに島作りをする前のイメージはこんな感じです。で、博物館は 4×7 マスなので先に穴を掘っておきました。場所は背景に見えててほしいなと思ったので一番端っこに建てようと思います。で、博物館はそのままの見た目だとどうしても蔵に見えないのでお城シリーズを使って囲います。はい、手前側から見るとこんな感じです。正直思っていたよりも馴染んでくれました。っていうのも博物館の扉って他の建物に比べて大きいのと、さらに扉が開いていて中が見えるような形になっているので倉庫っぽく蔵っぽくなってくれました。では次は博物館の前から道を敷いていきます。で、今回の道は和風とはあんまりイメージないかもしれないんですけど、白いレンガの道をお借りしました。で、このレンガの道は全部で9パーツあったんですけど、それぞれ1パーツずつ草とかカラフルなお花が描かれているめちゃめちゃ可愛いマイデザインだったんですけど、今回のエリアは白黒を基調としたエリアにしたいなと思うので3つのパーツだけお借りしました。はい、全体はこんな感じです。ちょっとカクカクになっちゃってはいるんですけど、砂浜から博物館まで結構距離があるので長めの道になりました。で、ここからはそのカクカクさをなくしていく作業をしていきます。石の舞デザインとレンガの道と同じ種類のこじんまりしたレンガをお借りしてカクカクしているなと思うところに敷いていきます。するとこんな感じになりました。どうでしょうか。角張っているところをなじませることで自然なぐねぐね道になったかなと思います。ではこれで道の位置が決まったので、次はこの道に合わせて建物を移設します。はい、お家は白と黒のお家です。ちなみに住んでいるのはトメちゃんとラッキョが住んでいます。で、こうやって声入れしててふと思ったんですけど、ヤース島とか石造りのコペマート島の和風バージョンみたいだなって思って、やっぱり私こういう雰囲気が好きなんだなって改めて思いました。で、次なんですけど、次はお家の前にまた別のマイデザインを敷いていきます。で、お家の前は道との差別化をしたかったので、整頓された石畳ではなく砂利っぽい石畳をお借りしました。
で最初は本当は敷いてなかったんですけど、敷いてないとなんかちょっと手抜きっぽく見えてしまったので敷いておきました。はい、全体はこんな感じです。では次はもう少し建物を家具で作っていきます。正面から見た時にお家の反対側にもう一個蔵があってもいいかなと思ったので、まず蔵の地面になるマイデザインを敷いていきます。でお家の前にも使った砂利の石畳を使ってタイルを草地となじませていきます。でこの蔵は博物館と違って屋根がないんですけど、で屋根を家具で作ろうと思うと置いてある壁の位置的にマス目が合わせられなかったので、今回はこの壁の中で作業ができるスペースにしました。でエリアの境目には星5の塔と鳥居を置いて里の出入り口を作ります。はい、歩くとこんな感じになりました。だいぶベースが完成したかなと思います。では次は植物を増やしていきます。今回のエリアはあえて余白を残すようなエリアにしようかなと思うので、木は少なめにしておきます。はい、ということで木を植え終わったんですけど、もう少し植物を増やしたいなと思います。それがこちらです。はい、木だと切り株って言うと思うんですけど、竹だと竹株かな、ちょっとわかんないですけど竹株を作ってみました。ちょっとねこの可愛さに気づいてしまいまして、この竹株をランダムに作っていこうかなと思います。で歩くとこんな感じです。ついでに青いパンジーも増やしてみました。なんか竹株は雑草と木の間みたいな立ち位置になってるのかなと思ってて、シンプルな作りだけど竹株を入れることでいいアクセントになってるかなと思います。であと砂浜が見えることでなんとなく琉球っぽいなって思ったので青いパンジーも植えてみました。なんか島を初めて作った時に一応特産花みたいなのがあるじゃないですか。そんな感じで江ノコロ島も特産花を作りたいなと思ったので、一応今のところ白いアネモネと青いパンジーが特産花という設定にしてあります。ではここからは家具を置いていきます。主張しすぎない程度の家具を置きたいなと思ったので、小さめの灯籠のケロケロケロッピの灯籠を置いて、あとは外に馴染むような石のテーブルとスツールを置いておきます。で上に置いた紙なんですけど、集会所のメンバーがもずくととめちゃんとときおということにしてあるので、とめちゃんは今でいう秘書みたいな感じの役割になっているので、外で書き物をする場所になっています。ではここからは隙間を麦畑で埋めていきます。でいつもだと麦畑は1種類しか使わないんですけど、今回のエリアはシンプルな作りなのと色があんまりないので、グリーンの中にペールグリーンの麦畑も入れてみました。はい、ということで歩くとこんな感じになりました。では次はエリアの境目を埋めていきます。ここは建物裏になるんですけど、せっかくだったら建物にベランダをつけて奥の景色が見渡せる場所にしようかなと思います。なのでまずは崖を作ります。で崖の上はウッドデッキのマイデザインを敷いておきます。でベランダの横は木と低木と麦畑とちょっとした家具で埋めておきます。はい、上から見るとこんな感じになりました。では次は残りのスペースを埋めていきます。ここにももう少しだけ蔵のような建物を作ってもいいかなと思ったので、はい、サイロを使ってみました。
表面だとちょっと洋風すぎるかなと思ったんですけど、裏向きにすると和風でも馴染んだので裏向きで使います。で、さらに後ろの場所はカメラで開いた時に博物館が見えて時代設定と合わないのと、あまり写真映えするような場所ではないんですけど、歩くとこの場所は見えてしまうので、こういう場所でも木や低木、麦畑、家具を使ってしっかりと埋めていきます。ではネズミの里が完成したので、次は岬を作っていきます。まず岬と前回作ったエリアをつなぐ道を敷いていこうと思います。ちなみにこういう獣道タイプの道を長く敷くときは途中で途切れさせるのがポイントです。変化を出すことでのっぺりしないので、だいぶ印象が変わるかなと思います。歩くとこんな感じです。では次は砂浜の一番広いところに家具を置きます。あくまでも岬を主役にしたいなと思うので、ちょっとした家具にしようかなと思うんですけど、ここはキャンプファイヤーとほうきが刺さっているように見立てたバター攪拌機と落ち葉を置いておきます。そうすると木から落ちた葉っぱを燃やす場所に見えなくもないかなと思います。ちなみに一つだけ雑草を植えたんですけど、これは3種類雑草がある中でもこのタイプの雑草を選ぶことがポイントで、2枚の葉っぱに見えるかなと思います。では次は岬の上を飾り付けていきます。実は江ノ島島以外に持っている島の岬は建物が建てられないぐらいの広さだったので、今回で初めて、そして念願の広い岬を飾り付けできます。もうだいぶ地形厳選配信でもこの岬を探すのに苦戦しました。で、もちろんここに建物を建てようかなと思うので、その建物に住むサブ住民をご紹介します。はい、こぶしちゃんです。実はこのこぶしちゃんっていう名前も地形厳選配信中に決まりました。さあ行きます。ドン。いや、ないね。岬広いのもこれ全部狭いです。もっとめっちゃ広い。拳ぐらいある。そう、丸っこい感じだよ。拳。本当に。でも拳って感じする。丸、そう。いや、ちょっと見せたいな。なんかわかると思う。あ、拳って。さあ、行きますね。拳来い。拳。ない。これ拳。これ拳。これ拳だよ。わかる？なんか他とこれ指じゃん。これ指。これ拳。これ拳だよ。なんか他と比べたらめっちゃね、拳なんだよ。お名前拳にしてしまいそう。いや、あるからな、私結構さ、喋りながら間違えて打っちゃうこととか、別に拳でもいいけど名前。あ、わかった。サブ住民で作ろう、拳ちゃん。めっちゃいいじゃん。はい、という感じで拳岬に住むということで拳ちゃんです。では早速お家を移設していきます。で、ちなみにこの建物の設定なんですけど、こぶしちゃん家族が経営する寺子屋かこぶし道場かこぶし団子屋さんで悩んでます。多分またレイアウト動画を出すと思うので、それまで楽しみにしておいてください。では飾り付けをしていこうかなと思うんですけど、まずは建物の右側に枯山水のある小さなお庭を作ろうかなと思います。そしてせっかくなんでこぶしちゃんにも島暮に付き合ってもらいます。まず枯山水の前デザインを敷いて、このお家の敷地と分かるように後ろに柵を立てておきます。なんですけど、建物とお城の塔との間に隙間ができてしまっているのが気になるので、
木を植えて麦畑や半マスで調整できる家具を置いてなじませていきます。はい、全体はこんな感じです。どうでしょうか。完全に隙間がなくなったとは言えないんですけど、木を植えたり1マスに対して面積がいっぱいいっぱいある家具を置くことであまり目につかなくなったかなと思います。では続けてお家の前と左側を埋めていきます。お家の前は階段と砂利や石のデザインを敷いて、あとは馴染むような家具を置いたら、これで岬は完成です。ちなみに初めてタヌキの置物を使ってみたんですけど、なかなかいいアクセントになってくれました。ということでこれで一旦こぶしちゃんとはお別れです。では最後は岬の後ろの砂浜を埋めていきます。最初にも言った通り琉球っぽい雰囲気があるなと思ったので、サトウキビ畑を作っていきます。でサトウキビの間は柵を立てて、最後に石の舞デザインとバケツを置いたら、これで今回の島くりは完成です。いかがでしたでしょうか。今回はネズミの里と岬をクリエイトしてみました。念願の拳岬でのクリエイトも叶って最高でした。そしてまだ作りたいものもいっぱいあるし、施設も合わせて9軒分も残ってるので全部入りきるか不安です。ずっとめちゃめちゃ難しいパズルをしてる感じで、なかなかうまくはまりません。ゆっくりにはなると思うんですけど、次回もまた見ていただけると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもお待ちしております。はい、じゃあ